空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は1月の3日土曜日でございます。はい、ということでね、今日も、元気にリサイクルショップからお届けいたします。はい、ということで、今日はね、ちょっとね、チェーンソーをやっと修理する気になりましたんで、はい、ちょっと今日はね、チェーンソーを修理していきたいと思います。で、午後はね、また古民家、はい、イノシシフェンスね、昨日型枠取れましたんで、今日は、また別の場所に型枠を組んで、はい、コンクリを入れていくわけでございますが、まあそう簡単にはいかないと思いますんで、多分型枠だけで終わると思います。はい。ということで、本日もよろしくお願いいたします。寒うございますけどね、皆さんね。はい、体調お気をつけくださいませ。はい。頑張ります。ありがとうございます。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら。こちら。こちら。写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それじゃね、こちらスチールのね、チェーンソー、はい、結構でかいやつなんですけど、はい、これをねやっと修理する気になりましたんで、ちょっと修理していきたいと思います。ということで、はい、じゃあまずね、現状を確認します。よいしょ。これセット。はい、じゃあかけてみますよ。はい、じゃあね、燃料のフィルターをちょっと確認してみたいと思います。よいしょ。はい、一応ね、燃料、フィルター確認して、燃料入れまして、そして
もう一度ねかけてみます。よいしょ。じゃあここにね直接よいしょ、CRC を吹きたいと思います。ここね、吹いていきます。かけていきます。ということでね、なんで急にね、チェーンソーを、メンテナンスする気が起きたかと言いますとですね、昨日ね買い取りに行ったところで、師匠に出会いましてですね、はい、まあなんですかね、このリコイルモーターを引いただけでですね、エンジンが壊れているのか、キャブが悪いのかっていうね判断をね教えてもらいまして、はい、そしてね、よしじゃあやってみるかということで、やる気になったわけでございますね。はい、そのね、昨日買い取りに行ったね、師匠はですね、私より年齢半分ぐらいの、師匠なんですけども、プレートをね、転圧する機械、プレートっていうのを買ってきたわけでございますが、そのプレートもですねエンジンかかりませんでした。はい、かかんないのに売りつけやがるんですよ本当に。ただね、ほらエンジンは大丈夫でしょみたいな感じで言われてねあ、そうですかみたいな感じでね、じゃあ自分で直しますみたいな感じで、買い取ってきたわけでございますが、はい、まあその延長というかね、ついでに、チェーンソーを持ってってですね、見てもらったわけでございますね。はい、これがダイヤフラムと申します。はい、ここがね、押したり引いたりするんですけど、多分これが押しっぱなしになっちゃって燃料が、ずっとエンジン内に入り込むと。そうするとプラグに燃料が、くっついてしまって、かぶると、そういう状況なのかなというふうに思いました。ということでね、やる気になって、すぐちゃちゃっと終わるだろうなと思っておったわけでございますが、そんな簡単にはね終わらせてくれないということで、結局パーツを買ってですね、次回という形になってしまいました。はい、これがねダイヤフラムなんですけど、なんとなくですけどこれがカチッつって普通はこう戻るんですけど、戻んないんですよね。だからこれが原因なような気がしますけどね。ちょっとこれ新しいの探してみます、部品をね。はい、ということでね、スチールの方はちょっとダイヤフラムを、部品を注文いたしました。はい、でこちら田中のね、チェーンソー、こちらもかかんないんでちょっと直していきたいと思います。はい、こちらね田中の、チェーンソー、こちらもねちょっとばらしていきたいと思います。よいしょ。リコイル引いてみます。
今ボコボコって言いましたね。ボコボコって。ボコボコって言いましたね。ボコボコって。これどうなんですかね。大丈夫なんですかね。まあ燃料は吸ってんでしょうね、多分ね。はい、さよなら。ということは、よいしょ、こっちですかね。はい、さて、こちらね、田中のチェーンソーキャブ分解していきますよ。はい、じゃあエンジンかかるんでしょうかね。はい、ここのね、プライマリーポンプっていうんですかね。これ、燃料をね、送り込むやつ。これが、どうやら割れているということで、結局エンジン内に燃料がいかないので、エンジンかからないということでございますので、これ今ね注文しまして、この田中のね、チェーンソーはこれ全部一体型なんだそうなんですよ。でこのねポンプのやつだけあるんですけど、これどうやら交換できないらしいので、これを今ね材料で注文いたしましたので、はい、次回ねこれ届いたら修理したいと思います。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。こちらのね大きいスチールの、草刈り機じゃないよ、チェーンソーはね、ちょっと燃料がね行き過ぎちゃって、すぐプラグがかぶるということで、ちょっと見たらこちらのね、ダイヤフラムっていうのがあるんですけども、これがねこう押すと押しっぱなしでこう戻んなきゃいけないんですけど、ずっと押しっぱなしで、多分これが悪いのかなと思います。でこっちの小さい方の田中のね、チェーンソーの方は、一応ね初爆はかかるんですけども、燃料がずっといかないので、燃料系かなと思って調べたところ、こちらのね、ポンププライマリーポンプのここがね破けてしまってたので、はい、これをね、今両方とも材料を注文しましたんで、届き次第修理したいと思います。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで、午後から
古民家の方へドローンさせていただきたいと思います。ドローンということでね、午後からまた古民家の方にやってまいりました。はい、前回ね、型枠外しましたんで、引き続き今度ね奥の方型枠を組んでいこうと思います。ということで本日もよろしくお願いします。人月ということでね、ちょっと午前中リサイクルショップで、チェーンソーのね修理をしてしまったがためにですね、午後の古民家の、尺がですねなくなってしまいまして、早送りでちゃちゃっと終わらせていただくとそういう感じで、失礼させていただきます。型枠をね、昨日取ったんで、その型枠をまたジョイントし直しまして、はい、そして新たに延長させて、型枠を組んでいくと、そういうね単純な作業でございますんでね、見ててもつまんないでしょうから早送りで、超特急便で、進めていきます。はい、ということでね、一応組んだんですが、前回の、教訓でですね、下まで、ちゃんとね、杭を打っとかないとですね、型枠の下刃がですねボコッと爆発してしまうと。はい、ということで、分かりましたので、ところどころね、木で杭を打ちまして、それ以上広がらないようにいたします。ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。型枠をね新たに作りまして、そしてね次回からモルタル練っていきます。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はね、型枠を移設しまして、はい、型枠を組みました。はい、次回からねまたコンクリ練りやっていきたいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。ゲッツ